皆さんこんにちは。尺八ウッチーチャンネルです。いつも見ていただいてありがとうございます。今回は仮音の秘密についてお話しします。今回の動画を見る前に見てほしい動画が2つあります。1つはレッスン262でお届けした尺八の音が出る秘密について、そしてもう一つはレッスン269でお届けしたメリ音の秘密についてです。この2本の動画を見た後で今回の仮音の秘密という動画を見ていただければよく理解していただけると思います。結論を先に申しますと、仮音の秘密はメリ音の反対の動作をするということになります。具体的には穴の面積を広くして音程を上げることです。穴は五光尺八ですと1、2、3、4、そして裏の5、5つの穴、そして管の頭、ここの管の頭のここの穴、ここの穴、いわゆる下唇とエッジの間の小さなここの吹き込み口、三日月状の小さな隙間の穴、全部で6つ穴があります。穴の面積の広げ方は全部で5つあります。1つ目は5つの穴、1、2、3、4、5、ここの5個の穴の広げ方、そして2つ目から5つ目、2、3、4、5までは管の頭、ここの下唇とエッジの間の三日月状の小さな穴の広げ方になります。一つずつお話ししてまいります。そして後半は仮音の代表の音であるイの音とタの音についてお話しした後で、練習曲としてガンダーラのサビの部分を練習して終わりたいと思っておりますので、最後までお付き合いお願いいたします。それでは5つの穴の面積を広げるやり方、お話しさせていただきます。それではまず1番目、五光尺八の場合5つの穴が開いてます。この5つの穴の面積を広げるやり方、指メリに対して指仮と名付けましょう。はい、このように指で穴をそれぞれ開けていくというやり方です。指メリの場合は
々に塞いでいくやり方、指刈りの場合は徐々に指で広げていくやり方になります。続きまして2番目から5番目は、今度はここの缶の頭の穴、いわゆる下唇とエッジの間の小さな三日月状の穴の広げ方についてお話しさせていただきます。それでは2番目として、月めりの反対で引きめりと名付けましょう。月めりの場合は尺八を顎につくイメージで音程を下げるやり方、そのことによって三日月状の隙間が狭くなって音程が下がります。月めりからやってみます。歯の音でやってみます。歯の音は1、2閉じて3、4開けて5項は閉じた状態が歯の音になります。まず月めりはそれに対して引きめりは竹を離すことによって面積を広げるやり方です。このように竹を少し離すことで、少し引くことで、下唇とエッジの間の小さな三日月状の穴を広げて音程を上げることができます。ただこのやり方はかなり危険です。と言いますのが、せっかく三日月状の小さな隙間を、音の出る小さな隙間を最初に作ったんですが、これを竹を遠ざけることで、そのせっかく音の出る小さな隙間がポイントが外れて音が出なくなる可能性が高いからです。ということでかなり危険な技なので、あまり使わないようにされた方がいいかも分かりません。続きまして3番目、顎めりに対して顎刈りと名付けましょう。顎めりは顎を下に回転させて三日月状の小さな隙間を狭めて音程を下げるやり方、これが顎めりです。これに対して顎刈りは顎を上に回転させて三日月状の隙間を広げて音程を上げるやり方、これが最も通常のノーマルな刈りのやり方になります。顎めりは顎刈りはそれでは4番目の刈り、面積の広げ方、横刈り、左右
に向くことで、横に向くことで、向いた方向の三日月状の穴が面積が広がって音程が上がるというやり方です。最後5番目、斜めめりに対して斜め刈りと名付けましょう。斜めめりはめりの秘密でもお話ししたように、斜め右下もしくは斜め左下、どちらか得意な方を下げて穴の面積を小さくして音程を下げるやり方、非常に強力に音程が下がるやり方になります。これに対して斜め刈りは左の斜め上、右の斜め上に顔を向けることで、向いた方向の穴の面積が広がって音程が上がるやり方になります。先ほどは左斜め上、右斜め上をやりましたけど、理論上は面積を広げるという意味であれば、斜め左下、斜め右下でも穴を広げれば音程を上げることは可能です。これは話の種にしておいてください。ほとんどは斜め下で狩りをすることはありません。あくまで話の種でさせていただきました。それでは冒頭でもお話しさせていただいてたんですが、仮音の代表の音としてイの音とタの音があります。イの音は1、2閉じて3開けて4、5を閉じた状態で仮吹きします。この音は大めりの歯の音と同じ音程になります。大めりの歯は1、2閉じて3開けて4項を少し開けて5項は閉じて大きく深くめり吹きします。この音と先ほどのイの音、
音としては陰と陽、大めりのハの音が陰の音に対してイの音が陽の音になります。ですから物悲しい曲の時は大めりのハを使って、で激しく感情が高ぶった時にはイの音を使うという形になります。もう一つタの音を説明しましょう。タの音は1閉じて2を開けて3、4閉じて5は開ける。この状態で大きく仮吹きします。はい、このタの音は大めりのツの音と同じ音程になります。大めりのツは1、2、3、4、5全部閉じた状態から1項を少し開けて大きく深くめり吹きします。この音に対してタの音、こちらの方も大めりのツが陰の音に対してタの音が陽の音になります。それぞれの曲調で陰の音と陽の音を使い分けて吹くことで非常に深みのある吹奏になると思います。それでは最後に練習曲としてガンダーラのサビの部分、これを練習して終わりにします。ここのサビの部分、ガンダーラのサビの部分はイの音、そしてタの音が出てきます。吹いてみます。最後のフレーズはイの音を使わずに陰の音で大めりのハの音を使っていることに気づかれましたでしょうか。ゆっくり吹いてみます。仮音の秘密についてのレッスンはこれでお話は終わりとさせていただきます。このチャンネルは尺八ファースト、尺八が主役な動画を目指しています。チャンネル登録していろんな曲を楽しく吹いていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。それではまた。バイバイ。In Gandhara, Gandhara